はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今回は論文紹介の回です。UC バークレーなどの共同研究チームが出したフリートークンというローカル推論エンジンの論文を2人で読み解いていきます。フリートークン、名前からして景気がいいですね。何ができるんですか？一番の売り文句はこれです。VRAM が 8GB しかない普通のノート PC で 35B クラスのモデルが動いたという報告です。しかも毎秒 39.3 トークン、会話についていける速さで 8GB で 35B？ それ、そもそも入らなくないですか？入らないんです。入らないのに実用速度で動かす、その配分の工夫がこの論文の中身です。8月17日にアーカイブに出て、コードも公開されています。論文が実測した組み合わせは3つです。8GB のノートでクエン 3.6 の 35B、32GB のゲーミング PC でディープシーク、V4、フラッシュ、これは 284B です。そして 96GB のワークステーションで 753B の GLM5.2。284B ってうちの番組で散々遊んでいるディープシーク V4 フラッシュですよね。 EGX スパークは2台つないでやっと動かしたやつ。そのモデルです。1台のゲーミング PC で会話についていける速度が出ています。条件は違いますよ。うちのクラスタは100万トークンの長い文脈を2台で分担する構成で、こちらは1人で使う対話サイズの話です。それでも2台がかりの大仕事が1台に収まる絵はなかなか衝撃です。論文の1枚目の図が狙いをよく表しています。論文が選んだ物差しで性能と価格の最前線に並ぶモデルたちを小さいモデルで妥協せずに、そのまま手元の機械で動かしたい。ノートの毎秒 39.3 って体感だとどれくらいなんですか？論文は参考値としてクラウドのコーディング AI コーデックスの応答速度の中央値33トークンを並べています。手元のノートがクラウドの体感を上回ったという見せ方ですね。クラウド並みお名乗れる数字が 8GB から出るのはこれマジ案件です。種明かしの前に前提を一つだけ。今挙げたモデルは全部ミクスチャーオブエキスパート、専門家の混合という作りです。小さい専門家がたくさん詰まっていて、質問元に数人だけ呼び出される方式ですね。はい、284B といっても1トークンを作るのに働くのは 13B 分だけです。問題はどの専門家が呼ばれるかが毎回変わること。VRAM には全員入らないので、手元にいる顔ぶれで足りることもあれば、呼ばれた専門家が不在という空振りも頻繁に起きます。不在の専門家が呼ばれたらどうするんですか？そこが勝負どころです。従来のやり方はメインメモリから PCIe という通路を通って VRAM まで運んでくる。この通路は細いのでみんなここで渋滞していました。引っ越しトラックが片側1車線に並ぶわけですね。フリートークンはここで発想を変えます。運んでこなくてもメインメモリにいる専門家は CPU がその場で計算すればいい。出張を頼まずに向こうの事務所で仕事してもらうんだ。その通りです。不在の専門家を2つのグループに割って、片方は PCIe で運んで GPU で計算、もう片方は CPU がその場で計算、両方を同時に走らせます。設計図の全体はこうです。文章を読み込む工程では専門家を総単位で先読みして、転送と計算を重ねる。文章を書く工程で、さっきの2経路の配分が働きます。読む係と書く係で別々の技を仕込んであるんですね。では問題です。その運ぶとその場で計算、何対何で割れればいいでしょう。半々ではダメなんですよね。きっとマシンによって得意が違いそうです。そこに気づけたらこの論文のアイデアは半分理解できた感じです。実測するとノートは運ぶ通路より CPU 側が4倍速い、ワークステーションは3倍以上、ゲーミング PC はほぼ互角、機種ごとに全然違うんです。だから答えは両方の列が同時に終わるように配る。式にすると1行で運ぶ帯域と CPU 側の処理帯域を実際に測ってその比率で割れるだけです。通路の太さと事務所の処理能力を測っておいて、2つの列がほぼ同時に終わるように振り分ける。片方だけ先に終わったら遊んでいる時間が丸損ですもんね。これが論文の題名にある帯域適応の意味です。論文の言葉を借りると、ボトルネックを実行時の信号に変えたこの研究の芯はこの一言に凝縮されています。PCIe の細さって今まで諦めるしかない弱点だったのに、測って使う材料に変わってるんですね。効き目の測り方も見どころです。数学の難問、コード修正が2種類、
それにメールと予定の処理という実際のエージェントの道具立てを使った4種類の作業で測っています。クロード、コードがテスト台に入ってる。うちで毎日動いているあれですか？そうです。この番組の作業風景と同じ種類の負荷で測っているということですね。本丸の実測がこちら、同じ RTX5090 で 35B と 284B を既存の4エンジンと突き合わせた結果です。対応しているエンジン同士で同じ条件を揃えた生成速度の比較では、どの作業でも一番上の段に来ています。相手のラマ CPP やケイトランスフォーマー S って弱い相手ではないですよね。ローカル AI 界の定番中の定番です。ただしこの測定はミクスチャーオブエキスパートが VRAM から溢れる画面に絞ったもので、そこはフリートークンの得意分野、各エンジンの対応範囲や成熟度は別物なので、この土俵での数字だと思ってください。数字を丸めるとこうです。 35B の生成速度で主要3エンジンが毎秒30台から40そこそこのところ、フリートークンはおよそ80、ざっくり2倍です。2倍は素直にすごい。でも一番効くのは速度じゃない気がします。長い文章を読ませた時の待ちはどうなんですか？鋭いですね。まず読む速さそのものは総単位の先読みで確保しています。先読みを切ると4000トークンで 19% 落ちる実測も載っていて、書くだけでなく読むも設計されているのがわかります。その上で最初のトークンが出るまでの待ち時間、フリートークンはどの作業でも最悪値が44秒未満、同じ条件でラマ CPP は最悪232秒、オラマは179秒、ケイトランスフォーマー S は946秒という記録があります。946秒って16分ですよ。お茶を入れて戻ってきてもまだ黙ってる。論文は面白い指摘をしていて、この停滞は実在のエージェントの見切り時間を超えるんです。例えば120秒で諦めて切断する見張りを積んだツールがある。測定ではその見張りを切って乾燥させているので、裏を返すと通常設定なら途中で失敗扱いになる遅さだということです。44秒はその線の内側です。マシンを取り替えた実測もあります。8GB の4060ノートから5090のデスクトップまで、GPU も CPU もメモリも違う構成それぞれで、帯域なりの速度が出ています。右端には別枠として、753B の GLM5.2 をワークステーションの数学作業で動かした実演も載っています。753B が毎秒15前後って読み上げにちょうどいい速さです。著者の構成ではもう実用の速さで動いちゃってるんですね。一方で論文は足かせもはっきり書いています。まず起動 284B は専門家の重みだけで約 140GB あるので、速い SSD から読んでも支度に20秒以上かかります。巨大な専門家名簿、毎回最初にめくる時間ですね。それから新しい天井です。渋滞を PCIe から CPU に逃がした結果、今度は CPU 側のメモリ帯域が効いてくる。帯域の細い構成だとその天井が早めに来ます。他にも同時にさばく本数をあらかじめ決め打ちで用意する制約もあります。そしてベンチの数値は著者チームの自己実測で出たばかりの論文なので第三者の追試はまだありません。つまりローカル AI の上限を決める部品がグラボの他にも増えたということですか？真を食う要約です。ミクスチャーオブエキスパートでは VRAM の大きさだけでなく CPU 側のメモリ帯域と PCIe のバランスまで含めて上限が決まる、そういう見方をこの論文は示しています。まとめます。フリートークンは VRAM に入らない専門家を運ぶとその場で計算に分け実測した帯域の比率で配分するローカル推論エンジンです。帯域を測って2つの経路に配る、それだけの発想で 8GB のノートに 35B が載ったんですね。ベンチの数字は著者の実測で追試はこれからです。コードは公開されていて、スターは収録時点で約1850、対応モデルは20種類以上に広がっています。手元のマシンで巨大モデルを諦めていた人は覗いてみる価値がありますよ。うちも3090で試したくなってきました。それでは今日はこの辺で、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。